こんにちは、車屋の親父です。今日はドイツ車にお乗りの方の大多数がお悩みであろうドアモールのくすみ、こちらをラッピングフィルムを貼って見た目をきれいにしていこうと思います。今映っているのが使う道具、右上からシリコンオフ。これは皆さんでもホームセンターでスプレー状のものが手に入ると思います。そして緑色のものがナイフレステープ。これが作業の要になります。後ほど使い方をご説明していきます。あと張り込みに使うスキージーヘラ一式、これは Amazon で購入しました。これらを使ってラッピングをしていこうと思います。こちらが現在の状態です。結構ブツブツとくすみが出てしまっています。せっかくの高級車もこれがあると見た目がちょっと残念な感じになってしまうので、バチッと締まる感じにしていこうと思います。こちらが今回使用するラッピングフィルム 3M の2080というシリーズ。色はサテンブラックになります。ちなみにこのフィルムも Amazon で購入しました。いろいろ安いフィルムが出ていますが、作業性や後々のことを考えると、やはりフィルムといえば 3M かなと思い、こちらを選択しています。それでは実際に作業を開始します。まずはシリコンオフをクロスに取り、脱脂をします。この時の注意点は、表面だけでなくこの内側の部分、ゴムの内側もできる限り脱脂をしないと後々剥がれてきてしまいます。溝を脱脂するときはクロスにこのようなヘラを挟み、奥まで差し込みながら横にスライドさせる形できれいにしてください。この作業を怠るときれいに貼れても、長い目で見ると剥がれてきて貼り直しになったり、がっかりする見た目になったりするので、ここは特に時間をかけて丁寧に行ってください。はい、脱脂が完了しました。シリコンオフは基本的に速乾性なので、そんなに時間を置かなくても拭いてるそばから乾いていきます。次にナイフレステープをこの部分とこの部分、前から後ろまで貼っていきます。このナイフレステープというものは何かというと、グリーンのテープの中に
細い糸が仕込まれていて、フィルムをカットするときに引っ張れば切れるという非常に便利なものです。ナイフレステープが貼り終わりました。このようにちょっと長めに切っておきます。貼る時のポイントですが、モールの際ギリギリではなく、最終的に巻き込んで貼るため、気持ち多めに数ミリゴム側に寄せてテープをまっすぐ貼っていきます。下側も貼り終わりました。ぴっちり密着しているかどうか、クロスなどで上からなぞりながら確認をしてください。ここで密着していないと実際に使用するときにきれいに仕上がりません。はい、それではいよいよラッピングフィルムを貼っていきます。まずはフィルムの接着面と剥離紙を剥がし、貼り付けの準備をしていきます。フィルムを貼り込む際に滑りよくできるように片手に軍手をしています。フィルムを対象部分に乗せ、手で軽く押して圧力をかけて位置を決めていきます。このような感じで下のベースの形がくっきり出るように貼り付けていきます。隅っこはシワができないように特に気をつけながら丁寧にやっていきます。このラッピングフィルムは粘着性がそんなに高いものではないので、間違えて空気などが入ってしまってもこのように簡単に剥がして貼り直すことができます。はい、これで大まかに貼り終わりました。次に角のこの余ってる部分をどうするんですか？切り込み入れますね。切り込みを入れ、下の余ってるナイフレステープを引いて余分な部分をカットしていきます。このような感じでモールの上の端と下の端ぐらいの位置でカッターで切り込みを入れます。
そしてナイフレステープの中に入っている糸を引き出し、このように中に糸が入っているので、こちらを引いてカットをしていきます。このように車体に傷をつけることなくまっすぐカットをすることができます。上も同じようにやっていきます。気持ちよくカットされていきます。そして切り落とした余分な部分を剥がしていきます。その際にナイフレステープのこのグリーンの部分も一緒に剥がしていきます。はい、このような感じで現時点で見た目としては8割ぐらい終了してます。ただここからの細かい作業が仕上がりを左右するので油断をしないように進めていきます。それでは上側から折り込みをしていきます。端の方から金属のモールとこのゴムのウェザーストリップの間にラッピングフィルムを押し込んで挟んでいきます。ここをしっかりやっておかないと後々の剥がれの原因になってしまいます。はい、上の折り込みが終わったので次は同じようにして下を折り込んでいきます。下の方が隙間が大きいので押し込みやすいですが、ボディと接触する部分なので力を入れすぎて傷をつけないように気をつけてじっくりと押し込んでいきます。またこの時にスキージーを刺した状態で無理やり横にスライドをさせてしまうとフィルムがよれてしまうので、刺して抜いて横に移動して刺してという形で丁寧にやっていきます。はい、このような感じでここがもうちょっと差し込みが必要ですね。
はい、綺麗に入り込みました。そして次はいよいよ最後の難関、このへりの部分の加工と処理に移っていきます。こちらの部分はヒートガンで熱をかけながら伸ばしつつカットをしていきます。ご自身でされるときにヒートガンがお手元にない場合はドライヤーでも十分代用できます。はい、それではやっていきます。このように熱をかけ引っ張ってちょっと伸びた状態で形に合わせて張り込みをしていきます。ある程度張り込めた段階でカッターで余分な部分をカットしていきます。今の時点でこのような状態です。はい、余っていたへりの部分を切り落とし、その後ヒートガンとスキージーで貼り付けていきました。若干のシワは残っていますが剥がれることはないのでこれでよしとします。これでモールのドア側の部分は作業完了です。次はボディ側についている上の部分ですね。こちらの方が難しいので引き続きやっていこうと思います。ちなみに左側が作業前の状態、右側が作業後の状態です。ブラックアウトされてキュッと引き締まったかなと思います。はい、それでは次はこのルーフ側のモールに貼っていきたいと思います。すでにナイフレステープは仕込みました。これからフィルムを貼り込んでいきます。ドア側のモールよりも湾曲しているのと長いのでこちらの方が難易度は高いです。フィルムは剥離紙から一気に剥がすのではなく、貼り付けて剥がして貼り付けて剥がしての繰り返しで、なるべく粘着面が多く出て他のところに貼り付かないように気をつけながら作業していきます。
前から後ろまで1枚針なのでかなりの長さですね。今の段階ではこのように下側のモール部分だけに貼り付けをし、仮固定の状態になってます。この仮固定の状態で前から後ろまで貼り切った後、微調整をしながら本格的に貼っていきます。はい、このように上まで貼りました。今細かいところの微調整をしているところです。この後はここに出ているナイフレステープを使い、前から後ろまでピーッと1本気持ちよくカットしていきます。はい、それではナイフレステープでピーッと一気にいってみたいと思います。はい、端まで行きました。それでは余分な部分をめくっていきます。このように非常に簡単にきれいにカットができます。続いて内側の部分も同じように切っていきます。非常に気持ちよく切れます。カットが終了したので、ドア側の時と同じようにこの余分な部分を内側に折り込んでいきます。
モールの内側にしっかり巻きつけるように貼り込んでいきます。比較的隙間が広いので差し込んで貼り付けはしやすいです。隙間は広めですが、ドア側の時と同じように横にピーッとスライドさせるとフィルムがよれてしまうので、一箇所一箇所差し込んで折り込んでいくような形で作業していきます。差し込めた後に横にスライドさせて張り込みの確認と調整をしていきます。はい、完成しました。このように非常にシックに仕上がったと思います。ちなみにもともとはこの状態なのでだいぶ引き締まって見えます。今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。